今の状態でなんか発言したくないね。ちょっとなかなか。そうだね。どうなんでしょうかね、と。そうだね。はい、どうも。占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、はい、11月最後、占いと時事 &12 月の予言の回になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、もう11月も終わり？ほんともう、返して。俺の2025年を返してください。いや、みんな平等に送ってきたんです。マジかよ。年取るとさ、早いって聞いてたけどさ。まあね。本当に。あっという間ですね。11月はちょっとね、喉の調子とかもね。あっという間だった。なんかこう、1週間くらい働けなくて、その後ずっと働いてて、まだ本調子じゃないっていう感じ。お疲れ様です。はい、ご無理なくというところでございます。まあじゃあ早速やっていきたいと思います。本日は2025年の11月の25日でございます。問題なければ27日にアップされていると思います。はい、まずは時事のニュースをですね、いろいろと見ていきまして、その後、11月の予言の振り返り、そして最後に12月の予言というところでやっていければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では、一つ目のニュースでございます。まずはエンタメからでございます。2027年の朝ドラ、こちら、脚本がバカリズムさん。ヒロイン森田美里さんが決定いたしました。おめでとうございます。NHK がですね、再来年の春、2027年度前期の連続テレビ小説のタイトルが、回るスワン、巡るって書いて、回るスワンに決定したことを発表しました。ヒロインは森田美里さん、そして、なんと脚本をバカリズムさんと。いうことでございまして、脚本の内容としてはですね、警察の中の生活安全課っていうちょっと注目されづらいところをピックアップして、なるほど。そう。あえてこう事件が起きてからじゃなくて、事件が起きる前っていうところにフォーカスを当てて、ドラマを展開していく。なるほど、なるほど。いうことで、バカリズムさんは締め切り厳守で頑張りますと。頑張ってください。いうことでございまして、この森田美里さんに関しては、もうすでにね、NHK の連続テレビ小説、過去にもいろいろ出演されてらっしゃるんですけども、今回、ヒロイン大抜擢というところでございまして、この早速、お二人の運勢とかどうなのかなというところを伺いたいと思います。はい。バカリズムさんって都道府県武器にしてたり、攻撃はしてないです。持ち方。持ち方だよね。持ち方。バカリズムさんというかね。結構好きなんですよ。僕も大好きです。この人ね、37くらいから運がいいんですよ。2010年代か。10年代くらいから結構伸びてる感じですね。2010年代ぐらいって言ったら、もうすっかりだからもうピン芸人として、だからコンビ解散して、ピン芸人で活動し始めて、っていうところですよね。で、2010年の5月ぐらいにオリコンで集計された面白いピン芸人で1位になってるっていう。ああ、なるほど、なるほど。もうだからそれぐらいからもうぐーっと伸びてってるわけですよね、もう。そこからずっと良くて、今も多少ね、試練みたいな感じだけど、プレッシャーとかありそうだけど、悪くはない時期です。47から10年のタイムもね。で、今年の後半くらいから運が10月くらいから上がり始めて、来年、再来年と人生の中でもピークみたいな感じになってくんで、ちょうどいいんじゃないですかね。まさしく、もう再来年のね、ドラマですからね。そうなってくると今度はじゃあ森田さんはどうなんですかね。この人はね、アップダウン結構ありそうな感じの人なんですよね。これは判断難しいけど、今いいっすよ。今良くて、20代もいいし、今良くて、来年再来年、やっぱりピークくらいいいんじゃないですかね。なるほど。昨年の連続テレビ小説、虎に翼だと、ヒロインの親友も演じてたりですと、ね、そういうこともありましたので、本当にね、まさしく今、注目を浴びている女優さんなのかな。23年の後半あたりから結構いいはずですね。なるほど。ずっといいはず。で、30代になってからはなんだろうな、個性派とか、体当たりとか、ちょっと変わったことやってくんだろうなっていう気がする。かスキャンダルか結婚かっていう感じで、ちょっと流れはね、32くらいから変わるんですよ。その手前でしょ？まあそうですね、今29歳。だから20代までのキャリアの集大成みたいになるんじゃないかな。なるほどね。体当たり。村西徹監督をね、フューチャーした全裸監督、ネットフリックスで話題でしたけど、あれでヒロイン役もね。そうだよね。だから、あっち寄りというかね、なんていうか、なんかそういうの増えるんじゃないかなというか、要は、殺人鬼の母とかなんかあるじゃない。ちょっと重たいテーマのものとか、この人じゃないと演じられないみたいな、すごくコミカルなものとか、演技力みたいな試されるようになるか、要は役者さんと面白いもので、犯罪者みたいな配置の人とか、スキャンダルとか起こりそうな人とかもやってたりするんですよ。で、そういうものとかやったりするでしょ？確かに、まあちょっとそういう方。で、多分、うまく消費できてる人っているんバランスというか。そう。だから、そういうタイプだなって、お綺麗なのに
に面白いなみたいな風には思いました。なるほど、だから結婚してちょっとあんまり出なくなるか、スキャンダルが出ちゃうか、そういうので消費するかっていうのは、ね、この人が選んでいくことだと思うんで、頑張ってほしいですね。で、とりあえずもう大きな花火が2年後かなっていう感じに見ています。なるほどね。いずれにしましてもね、お二人とも運勢いいってことですからね、ちょっとドラマの方注目でございますね。さあ、続いて2つ目でございます。こちらはちょっとあんまり注目の仕方が良くなかった方ですね。タイムレス、篠塚大輝さん、一発ギャグで炎上でございます。朝やっちゃったんだよね。朝やっちゃいました。スタートエンターテインメントのタイムレス、篠塚大輝さん23歳。18日に放送されたフジテレビ系目覚ましテレビで披露した一発ギャグが波紋を呼んでおります。もともと篠塚さんはですね、12日に配信されたタイムレスの最新シングル、Steal the Show レシピの宣伝を兼ねてエンタメプレゼンターとに抜擢されまして、5日、12日、18日とそれぞれの放送回に出演してたんですね。12日にも、ギャグの披露は友達から教えてもらったんです、なんて言って披露してるんですけど、そっちは大丈夫だったみたいなんですよ。問題は18日。肩を小さく左右に動かしてリズムを取りながら、同様大きなブル時計のリズムに合わせて、今はもう動かないおじいさんにとどめとにこやかに歌唱して右ラリアットをかますポーズを見せたんですけども、スタジオは冷え込むわ。SNS では不謹慎だわ。大炎上。一応その番組中でね、伊藤アナが、これが最後でいいのかって肩を掴んだっていうフォローは入ったんですけども、ちょっと大炎上ということで、謝罪文なども出して、今はグループで真剣にちょっと話し合ってますと。いうことだそうなんですけど。深夜っぽい芸人さんのネタだよね。はい。そうですね。これ粗品さんが取り上げてらっしゃったんですけれども、花矢印長井さんのネタということで、パクられてるし、炎上されてるみたいな。ね、かわいそうだよね。そう。時間帯とかさ、誰がやるかとかいろいろあるからね。そうですね。おじいさんが見てる時間帯だよね。おじいさんも見てるし、おばあさんも見てる時間帯だから、なーっていうね、不謹慎だし。この人ね、運が良くなるの、来年から体温がちょっと良くなり始めるけど、今体温も悪いし、年もこの2025年の後半ダメなんですよ。で、特に悪いのが10月、11月、12月、1月っていう感じだから、今悪いんですよ。簡単に言うと。で、来年もちょっと微妙なんですよ。で、上がってくるのって多分29年末とか、そのくらいからどんどん活躍してって、全然この人活躍しますよ、これから。だけど、今人生の中でも試練の時なんで、きっかけ作っちゃったねっていう感じはします。頑張って下積んで、ね、いろんなファンが応援するでしょうから頑張ってくださいっていうふうに思いますね。なるほどね。タイムレス加入がね、今年の2月の、その辺はね、運いいよ。じゃあ本当にいい時期に入って、その後ストンと。まだそんなに開けてないっていうか、大運がね、ちょっと微妙なんで。ちょっとね、しっかり反省していただいてね、頑張っていただければと思います。はい。さあ、こちらはちょっと燃えるは燃えるでも笑えないと言いますか、なかなか大変なことになっております。大分市で、大規模火災発生いたしました。11月18日の午後5時45分頃発生いたしまして、県や市によりますと少なくとも48,900平方メートル、消失したと見られております。市は、大分市の方ではですね、この坂関半島というところなんですけども、ここの住宅街や山林がもう火が燃え広がる恐れのない鎮圧状態になったというふうに判断はしてるんですけれども、発生1週間たる25日、正午時点をもっても鎮火にはまだ至っておらず、山林や坂関の漁港から南東に 1.5 キロほど離れた津田島で消火活動が続いているということで、被災は約130世帯と見られているそうでございます。これ、すごいことになってますね、これね。振り返りでやろうかな。11月の中旬が結構、なんか災害とか注意だよみたいなことは話してたよね、確かね。そうなんですよね。で、土星金星の判断難しいみたいに話してて、それなのかなとは思うので、ちょっと振り返りのところでまとめてやっちゃいますか。はい。ということではございます。いずれにしてもね、本当に現地の方々はね、本当に収まることをね、願っております。はい。さあ、続いて4つ目のニュースでございます。中国の訪日旅行一斉キャンセルという報道出ております。11月16日にですね、中国人が襲われる事件が多発。政治家の挑発的な発言が日中交流の雰囲気を著しく悪化させ、中国人の安全にリスクをもたらしていることを理由に日本旅行の自粛を中国文化観光部が呼びかけたということでございまして、一応いろんな報道とか私もチェックしたんですけども、旅行代理店ですとか中国側の情報によると、多くが
国有企業による旅行ですとか、教育旅行、だから団体さんの旅行が結構キャンセルになってると。自粛になってるということで、個人旅行についてはまあちょっとまだわからないというような感じだそうでございます。ただまあ本当に中国人の声が聞こえなくなったなんていうような観光地の声もありますし、一斉キャンセルでちょっと困ってますみたいなホテルもあるんですけども、まあ一方でオーバーツーリズムの問題もあったので、逆にちょっと空いてて行きやすくなったみたいな声もあると。いうようなこと年間数千万とか今来てるんでしょ？そうですね、年間本当にそれぐらいたくさん来てるっていう状態なんですよね。だからまあ、ちょっとでも減るんだったら、京都や奈良たまには行きたいなって思っちゃうけど。それはやっぱりそうですよね。なんか我々のね、個人的心情としてはありますよね。なるほどな。これもやっぱり、時事の振り返りでちょっと触れるかなとは思うんだけど、これがやっぱプロパガンダなんだろうね。そうです。だから、相手国から見るとどう見えるかっていうかさ。はい。そんな感じなのかなって思うけど、ね。だから自分たちも洗脳されてて、本当はそういう事件とか起きてるのかもしれないよ。もしかしたらそうの可能性だってありますよね。だから、多角的に見ていくことの大切さとか感じますね。やっぱり時期的にちょっと荒れそうな時期なんで、やっぱりそれもあんのかななんていうふうには思いますね。まあ、なるべくね、本当に落ち着いていただければというところではございますけどもね。さあ、そしてニュース最後でございます。G20 サミット終了。高市首相が南アフリカから帰国でございます。高市早苗首相24日、南アフリカヨハネスブルグでの20カ国地域首脳会議 G20 サミット出席を終え、政府専用機で羽田空港に帰国いたしました。台湾有事は存立危機事態になり得るとした自身の国会答弁に猛反発する中国の李首相との接触する機会はなかったということでございました。が、その他ですね、インドのモディ首相とはですね、中国の覇権主義的な動きを念頭に連携を確認するですとか、あるいはイタリアのメローニ首相はですね、自身のインスタグラムで高市首相とのツーショットをアップしてですね、イタリアと日本を結ぶ友情の絆を新たに深めましょうと前向きな言葉を記しているなどもありまして、なかなかちょっといろんな動きがあったのではないかというところ。そうですね。だから、高市さんね、炎上というか、なんていうのか、高市発言ってもう、なんかそんな風になってるよね。台湾のね、あれですよね。で、彼女の運勢で言うと、今と10月は純粋に名誉が上がるような時期なんですよ。で、知名度も上がっていく。で、海外とか外交みたいなのが11月テーマになっていて、あちこちに行ったりしてるから、実際行ってるじゃないですか。で、やっぱりこれも名前が上がってくんだけど、ちょっと変な報道のされ方とかされやすいような月で、さらに、イノシシ月だから時系って言って、自分で何かやらかしちゃうような感じなんですよ。今ね。別に、高市さんの敵でも味方でもないですからね。これ言っとかないと。言っとかないと。なんかちょっとでもネガティブに言ったり、ちょっとでもポジティブに言ったりするとさ、怒る人いるでしょ？何にも思ってないから。フラットですから。占いだからね。だから、なんていうのかな。やらかしやすい時期。で、本人は結構答えてるかもしれないなとは思いますと。本人にはね。だけど、運はいいから、まだいいですよ。いいから、そんなに心配はないかなとは思いますけどね。そういう時期に出てるなっていうふうに思いますね。なるほどね。これね、諸外国の報道ですとか、あるいはちょっと政治的な面でのその各国の対応ですとかっていうのは、なかなかちょっと難しい部分もあるみたいですからね。今後ちょっとどういうふうになっていくのか、我々もちょっと注目しなきゃいけないところですね。さあ、ということで、時事ネタですね、5本お送りしてまいりましたが、ここからは11月の予言の振り返りでございます。合ってたのか外れてたのか微妙なところですが、反省しながら前に進んでいきます。はい。よろしくお願いします。といってもね、今回は私、なかなかすごいぞっていう感じだと思うんですけども、まず11月の3日から4日ぐらいからは、ちょっと明るいムードではないだろうというお話をしておりました。実際この辺からね、株価がそれまで5万円とか言ってたんですけど、一気に急降下したりですとか、あとはあとはドル円のね、円の情報もだいぶ、確かに。ね、というところでございましたんで、ちょっとこの辺暗いムードもありましたよという感じかなというふうに思います。で、その後なんですよ。11月の10日から11日ぐらいから、13日ぐらい、この辺からちょっと要注意期間がありますよと。言った気がする。はい、言ってました。傷つくことや争い事の発生、戦争を想起させるようなきな臭い動き、世の中のネガティブな発言や報道が、だいたい13日ぐらいにピークに達するんじゃないかっていう話をしてました。しましたよね。はい。やった。高市やった。そう、ね。ごめんなさい。はい。一致はしてたんです。そうなんです。高市発言11月10日なんです。岡田
だ引き出し発言というか。まあまあまあ、うんそうなんですよ。で、まあその後、11月13日ぐらいになってきますと、中国総領事の発言ですとか、ね、いろいろとこうどんどん出てきまして。そうだ。そこだったね。そうなんですよ。ね、このあたりちょっと災害とかもね、いろいろあったりとかもあったんですけど、やっぱりこれが一番大きいところかな。確かにね。というふうには思いました。うんで、その後がですね、11月の中旬から12月のまあ頭ぐらい、うん11月13ぐらいから12月の6日ぐらいですね。ここがインド占星術におけるまあ例外術っていうお話をされてらっしゃってて。あ、そう、わかんねえっつったんだよ、俺。そう。だから占い師なのに。いや、まあ、そこはね、まあ、ちゃんとわかんないことはわかんないっていうのが大事ですから。そう。なんで、すごく高くくれるか、低くくれるかっつったんだよね。そうです、そうです。どっちなんだろうとね。だからちゃんと俊敏に動きましょうっていううん話をしてましたらば、下がる方向に。ああ、そうだね。結局、そう、株価の方もコンコンと。なったし、ビットコインとかもそうか。そうですね、ビットコインも。そうか、そうだ。そうなんですよ。は確かに。なんで、本当に俊敏に動いた方は、そうね。大丈夫だったかな、みたいなところではございました。で、その後、11月の28日前後からは、物言えぬ空気とか、熱狂への入り口とか、同調圧力みたいなことがあるのかな、みたいな話がありましたが、今の状態でなんか発言したくないね。ちょっとなかなか、そうだね。どうなんでしょうかね、と。そうだね。そっか。まあ、ただ、それ以外で言いますと、トランプ大統領ですと、習近平さんの転機とか、転換点になるんじゃないかというお話がありまあ、す。この辺ね、確かに。なんか、起きてるのかね。ウクライナの問題に関して、一旦ちょっと提示した条件をまたちょっと話をもう一度ちょっとこう練り直すみたいな話とか起きたりとか、習近平さんどうなんでしょうね。まあ、大変らしいよ。噂だけどね。うん噂だけど、まあ、お隣はいろいろ揉めているような話は聞くけどね。どうなんでしょうだからね、それの目線を日本とか、なんかそういうのに向けたいみたいなのはあるみたいな噂は聞くけどね。アメリカも結局、なんだかんださ、結局、ね、コメントでも、高市さんはあちら側だとかグローバリストだとかなんかそういうコメントがつくわけですよ。ありましたね。政治と扱うの難しいよね。だからまあ、どちらかというと EU 的な意見を言ってるよね。ウクライナ問題に関してはね、日本ってねまあ。そうですねだ。から、トランプさん的には、あんまり味方がいないような状態だよね、多分ね。なんか大変なんじゃないですか。あと、ニューヨークもね、ひっくり返っちゃってるから、トランプさんは今大変なんじゃないかなとは思いますけど。ね、結局なんかマムダニ氏とここから連携していくみたいなことも発言されてたとこあったらしいですから、なかなかね。あとあれもあったよね。エプスタインファイルか。ありましたあれの公開とかがあって、だから、どうなんだろうね。共和党の近しいところとか、なんか、まあいろいろあるんでしょうと。だけどやっぱりさ、物に言えぬ空気じゃないけど、全部わかんないじゃない。なかなかちょっとね、中国、アメリカでなんかは多分起きてるけどわかんないじゃない。それから、客観的にさ、高市発言。例えば、ひろゆきさんとかは、ちゃんと説明していかないと、欧米では、日本のその立場、とかニュアンスみたいなところってちゃんと伝わってないよっていう発言があったりして、実際にディープリサーチでね、使って、本当にそうなんかなみたいなね、見たら中立なんだよね。欧米の報道っていうのは多分、若干日本寄りかもしれないけど、日本も、まあ、要はメローニさんとか、ルペンさんとか、みたいな、極右みたいなカテゴリーで、極右の女性首相みたいな紹介のされ方してて、さらに右に、日本が寄ったぞみたいな報道のされ方してんだよね。だから、なるほどって。特に、ルペンさんを除外するようなフランスのメディアみたいなところのメディアを見てるわけじゃん、ひろゆきさん。からしたらそう見えるよなっていうふうには思うよね。まあそうですね。政治的な部分ではね、結構連帯とかは、欧米諸国ともできてるんじゃないかっていう。G20 でね、ちゃんと価値観を共有できたんだよね。っていうところがあるので、なかなかこれも難しいところではありますね。気を使うね。本当ですね。気を使うよ。何にも言えないじゃん。まさにこれこそ。ね。まあまあまあ、そういう感じかなとは思いますね。なるほどね。はい、ということで、まあまあちょっと今回11月の予言はこんな感じでしたと。なるほど。はい。さあ、ということで、ここからはいよいよ12月の予言でございます。はい。12月一体どんな月になるのか、お願いいたします。だからまあ、先月の予言でも言ってたけど、まあ11月の終わりから12月の頭あたりっていうのは、なんとなく言いづらい空気っていうのがあると思うし、アメリカとか中国も内部でね、ガタガタしてんじゃないかなっていう気はしますと。東洋で見ていくと、12月の7日くらいまでは、若干やっぱり心配になるようなこととか、いろいろ、11月の下旬くらいから、まあ、相変わらず続いているっていう感じで、12月に入っていくと、基本的に、お上というか国からある程度セーブをしていく。国民とちょっと国のスタンスっていうのが少しずれるみたいなのが出てきてもおかしくないかなっていう
る時期だとは僕は思いますと。だからといってそんなに悪いかなというと何とも言えないなという感じ。で、インド先生術だと7日っていうより6日くらいからちょっと変わり始めるんですよね。で、変わり始めてどうなるかというと、いわゆるこの2025年のヒンドゥーニューイヤーチャートで見ると、日食の年なんですよね。その日食っぽいことが起きるのが12月6日から25だったりはするんですよ。6日の夜からね。で、最初は外交交渉というか交渉みたいな感じ。特にお金に関してかなとは思うと。それがなんかちょっとこじれてきそうなのが13から25だったりっていうような感じで、日本にとっては別にそこまで悪いかっていうと怪しいけど、外交今不安定じゃないですか。なんで気をつけてほしいなっていうふうには思って見ています。25日前後になんかこう春分図、今度は西洋なんだけど、大きになりそうなポイントなんですよ。クリスマスあたりがね。で、そのあたりからインドでも流れが変わっていくって出ていて、緊張感みたいな感じは出てくるので、相場でなんか動くのかななんていうふうには年末年始ね、ちょっと思ってみています。だからといって日本にとって悪いかというと、そうとも言えない。ただ、やや派手なのかな。わかりづらいけど、いろんな、ニュースみたいなの出てきそうな感じの月だなっていうふうに思います。要は、相変わらず中国との関係とかギクシャクしてるし、なんとなく戦争っぽいニュースとか、相変わらず続いてるしっていう感じかなと思って見ています。なるほどね。なかなかちょっと今のね、世界情勢なんかを鑑みると、何が起きるんだろうなというところ、いろいろ心配にはなっちゃうところではありますけど、ただ日本にとってそこまで悪くはないかなとは思いますね。要は、悪いっていう人もいるじゃん。出てくるじゃん。で、要は、いろんなね、正義っぽいところが対立していきそうな感じなんですよ。今も分断でしょ？だから相変わらず分断なんですよ。12月っていうのは。で、若干政府が強いというか、要は高市内閣が強い感じなんで、だからそれに反発するのはどちらかというと左っぽい人なのかなというふうに思うので、より一層左っぽい人からすると面白くない動きを高市さんがやっていくっていうようなことが目立つ月かなと。ちょっと踏み込んだ。大丈夫かな。まあまあ。だから、っていうことは中国との交渉心配だねとか、なんかいろいろは思うよね。まあ確かにね。そういう感じに見ています。そういう意味では12月はクリスマスぐらいまでちょっと。そう、相場動くとしたらその辺な気がするし、米中の何かありそうで、なんか言えない空気みたいなのは多分頭の1週間くらいは続くし、で、そっからは国際的な動きが結構目立つようになってって、けど日本はうまく交渉していいポジションを取っていくんだけど、それは日本って左翼メディアだったりするでしょ、そういう言論人とかもなんかいっぱい攻撃するんだろうなって思うので、分断っぽい感じの流れなのかなっていうふうには思いますけどね。なるほどね。そういう意味ではいろんな情報をちょっと取っていかないといけないと。わかりづらくはあるかな、多分。なるほどね。こんなにふわっとしてて大丈夫？まあでも聞いてる側としては、11月はこうだったから12月はこんな感じかなっていうのの参考にはなると思いますけどね。なるかな。なればいいけど、そういう時期だよ。お金もそれなりに動くし、誰でも言えそうなことかな。もうちょっと踏み込んだ方がいいのかな。難しいですね、こればっかりはね。なかなかね、いろんなお立場の方もいらっしゃいますからね。そう。だから、そうなんですよ。分断の時期にやりづらいよね、時事とかね。だってね、なかなかね。どっちの味方でもないよ。みんなの敵です。それは話が変わってきちゃう。そっか。皆さんにとってね、いろんな見方があると思いますので、ご自身のお考えの中で、ちょっと参考にしていただければ。そうですね。そういう時期かなっていうふうには思いますね。あとなんか、もうちょっと民間的なこと言ったら、若干下品なノリというか、エロとか、古いバラエティみたいなノリとかは盛り上がるのかなと思うので、古いバラエティみたいなノリで言ったらダウンタウンプラスとかね、明るいニュースとして出てくるんじゃないかなっていう気はしますけどね。50万人でしたっけね。すごいですね。多分、年末いろいろやってたのと絡めてくるんじゃないかな、みたいな気はするけどね。どうなんでしょうね。それがまだ明るいニュースかな。テレビ好きとしてはなんかちょっと見たい気もしますけどね。そうね。はい、ということですかね。はい、ということで12月の予言、こんなところでございます。何か参考にしていただければと思います。ということでございまして、お送りしてまいりました。
た2025年12月の予言、そして、ですね、最近の時事ニュース、そして11月の予言の振り返りと、お送りしてまいりました。こちらのチャンネルではですね、この他にも様々な動画たくさんアップしております。はい。はい。最近ですとあれですね、26年の運勢がいきなり2日くらいで2万くらい回ってましたよ。一気に行きましたね。確かにね、来年僕も煽ってるのはあるけど、大変そうなんですよ。だからみんなそれなりに心配してるんだろうなと思います。で、今度収録だよね。はい。来週とか収録なんですけど、ゲストを入れて大予言スペシャル。はい、これも毎年恒例、ね、ございます。やってて、今回はチャズ先生と。はい。立花先生と。ここ常連なんですけど、あとは、スピカ先生。スピカ先生。ツイッターでもフォロワー数たくさんいらっしゃいますし、ね、大人気の先生でございます。増方勝馬先生。芸人の。そう。に来ていただけることになりましたので。素晴らしい。とんでもないメンツですね、今年も。ね、毎年、よくこんなメンツ呼べるなって僕がドキドキしながら司会してますよ。頑張ってください。頑張ります。あと、12月になんかイベントがあるってことなんですけど。21日に新宿の方で、ダイヤングさん、それからおかゆ太郎とさん、あと、さっき言った増方さんと、シュガー先生と、ミダト先生。それから、チャス先生と僕。チャス先生と僕のトークショーなんかもあったりするので、関係もあったりするのかな。なんで21日、イベントあるので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでそちらの方もございますので、引き続きよかったら、チャンネル登録、高評価、そして、ハイプがあれば、スマホに表示されてれば、ハイプしてください。そして、コメントの方もですね。コメントをね、僕、一応ね、最近はね、返すようにしてるんですよ。ね、丁寧だなって思ってます。最近は、アンチっぽい人にもちゃんと返しているという感じで、コメントしづらいなっていうのは返せなかったりとか、あとはなんかね、昔からのコンテンツとかにはあんまり返してないけど、時事は一応ね、全部ちゃんと目を通して返すようにしてるので、よかったら、コミュニケーションみたいな感じで、書いていただけたら嬉しいです。はい。はい。よろしくお願いいたします。ということでございまして、また次週お会いできればと思います。今週もありがとうございました。はい。ありがとうございました。またね。